こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりのような時見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はあきこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃああきこさんについて自己紹介をお願いします。インスタグラムのおうちアカウントではあうという名前でさせてもらってますあきこです。仕事はコンサルタントをメインにやっております。あともう一つ系統の違うお仕事で音楽活動とか制作を行っています。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が一応 3LDK。 そうですね、 3LDK とちょっとロフトとスタジオっていう小さなスペースを設けています。だいたい各スペースは何畳ずつぐらいあるんですか？戸建てにしてはすごく狭小住宅なんですけれど、こちらの、キッチンダイニングでだいたい10畳とか11畳ぐらいで、あと後ろの、リビングの方が4畳半なんですけれど、上が吹き抜けになっているので少し空間的に、ゆとりを感じられるようなスペースになっているかなと思います。であとロフトとかスタジオはすごく小さくて各3畳とか3畳半ぐらいです。というわけで、かなり間取りもちょっと面白いと思うんですけど、こだわってるアイテムもたくさんあると思うので、そのあたりちょっとたくさんお話をお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは洗面台スペース紹介をしていただきたいなと思います。こちらのスペースなんですけど、作るにあたってこだわったポイントとかあったりしますか？出かけたりとか帰ってきた時のその手をすぐ洗えるようにっていうことで、玄関の近くに一つ作りたいなと思って、うちは寝室が3階なので、いわゆる歯磨いたり顔洗ったりっていうような機能的な洗面台は3階に置いて、で、こちらの洗面台は手洗ったりとか、その出かける前の身だしなみとか、ヘアスタイル作ったりとかコンタクト入れたりとか、そういうように作ったので、自分の好きなデザインにしたいなと。そんなに機能性にはこだわらずにデザイン感を重視しました。丸い分厚いボールに壁からついてる水栓にちょっと浮いた感じのラウンドミラーなんですけど、少し不思議な雰囲気が出るかなと思って、あえて全部を丸にしてみました。すごい丸みがやっぱあると少し優しさも空間に生まれますね。うちの家はあんまり優しそうな空間が実はなくてどっちかというとちょっと原色系だったりとか面白いものとかを置く傾向が強いので、ここの空間は比較的自分の中ではちょっと女性的な空間にしてて、色合いとかもちょっと中間色とか可愛い色を選んだりしてます。じゃあちょっとこの中であきこさんのお気に入りのアイテムとかがあればちょっとお話をお伺いしたいんですけど、何かありますか？一番はこちらの花瓶なんですけど、アンナ・ビームっていうイギリスの作家さんが作った花瓶で、いつもこういうちょっと変わったデザインとか質感のフラワーベースを作ってらっしゃる方なんですけれど、こちらはずっと購入したいなと思っててもなかなか日本に入ってくる機会がなくって、東京のキアンさんっていうところがたまに仕入れたりされるので、そこのウェブサイトをチェックして購入しました。今じゃあオブジェみたいな感じで、そうですね、ここでは飾られる。お花も逆に生けるのが結構これ難しくて、高さどのぐらいのお花にしたらいいのかっていうのと、ちょっとお花入れるとまた雰囲気も変わってしまうので、割とオブジェとして使ってることの方が多いです。あとは手前側に、アクセサリーだったり、そういったものもあると思うのでちょっとお伺いしたいんですけど、この辺はもうよく日常で使うやつで、プチプラのものからいわゆるシルバー系のブランドのものとかあったり、あとこれとかは多分ヴィンテージのもので、ちょっとこのフラットな感じで角張ってるところが気に入って購入したリングです。これはヤマストアっていう大阪の古着とかも売ってるし、ちょっとインテリア雑貨とかも売ってる面白いお店で購入しました。後ろに香り系のものがねたくさんあると思うので、この辺ですかね。そうですね、ちょっとお伺いします。まずこれがお香お香になんですけど、アポテイケのお香をよく使ってます。ホワイトティーとポゼスっていう種類をよく使ってるんですけれど、玄関に近いスペースなのでウッディなんだけど少しフローラルベースもあるというか、少し華やかさがあるような香りのものを炊くことが多いです。お客さんが来る前とかにちょっと炊いておいたりとかするといい感じに玄関まで香ってくれるので使ってます。このインセンスホルダーはOBJT さんっていうところのものを使ってます。もうちょっと真鍮寄りのものもあったりするんで
ですけれど、うちは他の洗面とかのボールが全部ステンレスなのでシルバーのもので揃いました。すごい、これもデザイン的に美しいあれですね。そうですね、やっぱりこの見た目にすごく惹かれて購入しました。結構割高っていうと変なんですけど、多分9000円ぐらいはしたと思うんで、最初買う時迷ったんですけど、やっぱりここのバランスの中で少し高さも出してくれるので、全体的なバランスとしてもいいかなと思って気に入って使ってます。あとこっちが香木用に使ってるアシュトレなんですけれど、これもネットで買ってちょっとお店忘れちゃったんですけれど、西ドイツの70年代とかそこら辺のものだそうです。ちょっと作家さんとかそういうものも全然不明なんですけれど、このいびつな感じと色の出方がすごく気に入って購入しました。このパロサント自体の香りはこだわりありますか？大体いつもエクアドル産っていうのを使ってますね。なんかたまたまエクアドル産を使ってそれが気に入ったのでその後もずっととりあえずエクアドル産というのを使ってみてます。そしたらじゃあちょっと下のスツールについてもお伺いしたいんですけど、これもなんかデザインがまたちょっとグラフィカルな。アルテックのスツール60なんですけれど、なんか確かフィンランドと日本の国交100年とかを記念して作られた限定品なのかな、なんかそういうコラボレーション商品で、座面の天板部分ですね、このカラーリングの手法が日本の伝統芸能の手法を取り入れてるとか、そんなだったと思います。すごく色がこれも変わってて、このはっきりした黄色と、ターコイズの色が綺麗だなと思って購入してみました。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて2階スペースの方をちょっと紹介をしていただきたいなと思います。じゃあ2階のダイニングスペースですかね。そうですね、こちらがダイニングとキッチンのスペースになっています。じゃあ早速ちょっとこちらのスペースをお伺いしたいと思うんですけど、まずこちらのスペースを作るにあたってこだわったポイントからちょっとお尋ねできればなと思います。このスペースが限られてたっていうのが一番で、本当はアイランドキッチンを置きたいなとかそういうのもあったんですけれど、最終的に壁付けのキッチンにして、こちら IKEA のメトードという、造作のものなんですけれど、それをキッチンカウンターとして置いたのが一番こだわりのところです。やっぱりステンレスのものをウォールナット床からドーンって置きたいなっていうのがイメージだったので、それをメトードで作りました。であとテーブルも結構気に入ってて、こちらはゲリドンっていうテーブルなんですけど、ジャンブルーベのデザインのもので、最初からラウンドテーブルにしようっていうのは思ってたんですけれど、それで探していく中でこのデザインに一目惚れして、ちょっと高かったんですけれど奮発して買いました。そしたらまずじゃあこちらのちょっとテーブルの上にあるオブジェというか、こちらの丸い、これ照明でトゥビセンっていうカナダのメーカーさんの照明なんですけれど、一応ポータブルで4段階の調光ができるものになっています。で私が主に使ってて、子供とか家族が寝た後にだいたいダイニングでちょっと一休みするときに使ってる照明です。可愛いですね、サイズ感もね。そうですね、なんかちょっとポストモダン味があるというか、そういうデザインがすごい好きで、あとあんまり人もまだたくさん持ってないので、あんまり被らないところが気に入ってます。そしたらじゃあちょっとその奥の方、また今紹介していただいたラウンドテーブルのちょっと周辺を紹介いただきたいんですけど、まずじゃあ照明からお尋ねしたいと思います。これはイサム・ノグチの明かりという、すごく有名で今人気があるんですけれど、これで確か45センチと35だったかな、なんかサイズ違いのものを2等付けしたいなっていうのを最初からイメージであって、それをした形です。紙の素材なので重い印象にならない、浮いてるっていうちょっとお月様じゃないですけど、昼間は割と不思議な雰囲気になってくれるし、夜は綺麗な感じに明かりを灯してくれるんで気に入ってて、特にここの木の素材とカウンターのステンレスの素材と、あとこっちにあるガラスブロックの素材に対してここに紙のものを入れてっていう、ちょっと異素材でいろいろ楽しみたいなというふうに思って入れました。そしたらじゃあ今度椅子についてちょっとお尋ねしたいなと思います。こちらの手前側の黒い椅子からちょっと。これはマルトスタムの椅子なんですけれど、大塚家具がやってたリプロダクトで、リプロダクト品なんですけどすごくがっちりしているもので、オークションサイトで買いました。なんかこれもやっぱりパイプ椅子みたいなの、また異素材を置きたいなっていうその願望で、なんとなくマルトスタム
に最初から決めてました。このゲリトンとの組み合わせが結構好きだったり、対照的な感じ、明かりの優しい感じに対してこれが結構締まった感じでいいかなと思ってこれを選びました。座り心地とかはどうですか？これ結構安定感ありますね。あと弾力があるっていうか、そこら辺もいいですね。で、思いのほかやっぱ大きいので子供もよくこの辺立ったりしてますけど全然危なげがないです。なるほどね、ありがとうございます。そしたらまたじゃあそのお隣のこれが比較的最近買ったもので、ちょっと1階の洗面に置こうかなと思って買ったんですけど、思ったより座面がしっかり大きかったのでダイニングの方に持ってきたんですけれど、ファーニハンターっていう韓国家具とかを扱ってるお店で購入しました。でやっぱここダイニングテーブル、チェアとここからもうキッチンでスペース的にここにすごく大きな椅子とかあると移動とかでぶつかっちゃったりとかで邪魔になるので、背もたれのない椅子を置くことですごく機能的ではあるなと思って気に入ってます。ありがとうございます。はい、続いてリビングの方紹介をしていただきたいなと思います。こちらが、4.5畳でしたっけ？そうですね、かなり狭いリビングなので吹き抜けを設けることで少し開放感が出るかなというのと、あとリビングからロフトに続く感じで、視界をなるべく縦に持っていけるようには工夫しました。これ天井はどれくらいあるんですか？聞いた話なので正確ではないんですけど、多分 4,5 メートルっていうふうには工務店さんが言ってたかなと思います。だいぶ広く感じますもんね。そうですね、本当吹き抜けなかったらだいぶ狭かったと思うんで、うちの場合は本当に作ってよかったなというふうに思ってます。ちょっとまた細かいアイテムのお話をお伺いしていきたいんですけど、じゃあこちらのちょっと椅子からお伺いしてもよろしいですか？こちらはライトイヤーズさんで購入したヴィンテージのチェアでバウマンというところのものです。おそらく60年代とかそのぐらいの椅子っていうふうに聞いてます。背もたれがすごく印象的なデザインなので、ちょっと今見せる用の椅子にして植物とか置いたりしてます。そしたらじゃあまたその横かなお尋ねしたいんですけど、この植物の下にあるこのスプリングのこのぐるぐる回ってるやつはネットで見つけたんですけど、ナチュラルっていう韓国のお店の商品ですごい探したんですけど、日本で売ってるところがなかったので自分で日本にシッピングできるかって聞いたら快くやってくださったので個人輸入して購入しました。いろんなカラーバリエーションがあって、赤とか青とか緑とかいろんなスプリングがあってすごい可愛いです。へー、奥にアート作品が置いてあると思うんですけど、エッシャーっていう、騙し絵が有名な人なんですけれど、それのポスターでこれはオークションサイトでフレーム付きで売ってたので即買いしました。もともとエッシャー好きでロンティーでエッシャー着たりとかしてたんで新居に欲しいなとは思ってた時に見つけました。これはどういうモチーフの作品なんですか？これよくわかんないですね。おじさんがガラスに映った自分を見てるんですけど、なぜかうちの息子がこれすごい好きで、なんかたまに本当じーっと鑑賞してたりするっていう。そしたらじゃあ今度ちょっと向かい側の方に、こちらも窓際にインテリアだったりそういったものがたくさん、結構日によってとか日差しによってとかも変えてて、なんかすごくここ朝で直射日光が綺麗に入るんですけど、あんまり直射日光当てすぎるのも植物に良くないとかも聞いたりするんで、時間によってとか日によっていろいろ変えてます。だいたい植物を置いたり、あとこれがラジオメーターっていうのかな、光が当たるとくるくるこの中の旗みたいなのが回転するんで、この子はだいたい窓際に置いてます。こっちがまた照明だったりそういったものが、こちらの照明はIKEA のもので IKEA 製品なのでお手頃価格なんですけど、割と効果的で可愛いなと思って、先ほどのダイニングの明かりを2灯付けしてるような感じで、こちらも2灯ちょっと高さ変えてあるデザインが気に入ってます。あとガラスじゃなくてプラスチックなので万が一子供が引っ張って落っことしちゃっても、そんな大怪我はしないかなっていうところで、割と安心して高い位置にちょっと置いてます。こちらが東中さんのフラワーベースですね。で確か水たまりっていう作品なんですけれど、お花を入れてても入れてなくてもこのガラスの曲線とかそこの中に水が入ってたそれが反射する様子とか、そういうのがすごく綺麗で
机とかに置いててもその反射した影がとっても綺麗に映るのですごく気に入ってます。ありがとうございます。そしたらじゃあ今度ちょっとこちらのソファーの方、はい、お伺いしたいんですけど、このソファーはどちらで？これはもう本当ノーブランドで、まさかここにこのソファーがあるとは正直思ってなかったぐらい私が一人暮らししてる時から使ってるソファーなんですけれど、ここのリビング4畳半しかなくて小さかったり高さが低いものにしたいなっていうのは思ってたんですけれど、そしたらやっぱり結構ちょうどいいサイズだったので結局これを持ってくることにして、子供がやっぱりジャンプしたりいろいろするんでなかなかこう高級ソファに手を出す勇気がなくて、とりあえずこの子にはちょっと痛い思いとかもうちょっと頑張ってもらおうかなっていうでちょっともうダメだなってなったら次のにしようかなと思って今はこれを使ってます。なるほどね。多分イデーとかのソファのデザインと似てるので、そういうののリプロダクトなんじゃないかなと思います。そしたらあとは手前側に結構ファブリック系のねアイテムもあると思うので、いろいろ置いたんですけど、これはすごい仲のいい友人のお店ビバストレンジブティックって言うんですけど、そこで出してたピローケースで結構マニアックなお店なんですけど、これもマニアックで B52 っていうバンドが来日した時にプラスティックスが前座公演を務めて、パンフレットをプラスティックスがデザインして、そのデザインを元になってるピローケースですね。ちょっと今シワシワになっちゃったんですけど可愛くて気に入ってます。確かにグラフィカルで可愛いですよね。そうです。でこっちが IKEA の子供用のトイコーナーにあるんですけど、クッションで手の形、手なのかな、足なんかよくわかんないんですけど、これ手を入れられる。入れられるんだこれ。そうなんか拡張手みたいな感じで可愛いっすね。なってて。で色がやっぱりすごい気に入って、で形もちょっと面白いから一軍でいつもいます。この2つはBFGF さんのブランケットとクッションで、これは幡ヶ谷のコミューンで購入しました。でも結構今はもうすごい有名になってしまったので持ってる方も多いかと思うんですけれど、家に置いとくだけで可愛いしおしゃれにもなるしっていうんですごく気に入ってます。こっちがヘイのクッションです。セールの時に買って差し色を入れたがる癖があって、結局差し色だらけになってるとこれも差し色のつもりで BFGF のグリーンとかに対してオレンジっぽいのがあったら可愛いかなと思って購入しました。そしたらじゃあ今度奥の方に移動して植物についてもちょっとお伺いしたいんですけど、結構植物とか普段よく購入されたりもするんですか？そうですね、この子は家が建つ前からずっといる子ですごい元気にいつも育ってくれてるんですけど、ツピタンサスっていう植物ですね。うちの中では一番大型の植物になります。たまに終わってきたものとか切ってフラワーベースの方に差し替えたりとかもしてるんですけど、育てやすいですね。こういう植物とかなんかよく買いに行く行きつけのお店とかあったりするんですか？そうですね、大阪だと ABCDE さんっていうところがあって、結構ランの種類をたくさん揃えてるんですね。でラン科の植物、私すごく葉っぱの感じが好きで、そこは結構行くんですけど、行くとなんか欲しくなっちゃって植物ばっか増えちゃうので気をつけながら行ってます。あとはじゃあちょっとお隣のスツールについて、こっちのスツールはまたアルテックのスツール60なんですけれど、これカーリーバーチの座面になってて、アルテックの東京のお店が2周年とかそのぐらいの時の限定品で出てたので、カーリーバーチのこの感じがすごく好きだったので、結構迷った末に買いました。経年変化みたいな感じで色が変わっていくのもすごい楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、続いてじゃあリビングの奥にあるこちらは何ていうスペースになるんですか？ここは一応スタジオと呼んでいるんですけど、私の音楽の方の作業部屋って感じでごちゃついているお部屋なんですけれど、ここで作業したりしてます。なるほど、じゃあちょっと紹介をしていただければなと思います。お仕事のお話もちょっとここで軽くお尋ねしたいんですけど、音楽のお仕事、いわゆるどういった内容になるんですか？基本的には自分のアーティスト活動で、制作と曲ができたらリリース、カセットテープとか12インチとか、デジタルとかで、リリースして、あとライブをクラブだったりあとフェスだったりでやらせていただいてるっていうのがほとんどの活動なんですけど、ごく稀に他のアーティストさんをプロデュースしたりとか、リミックスしたりとか、あとクライアントワークでインスタレーションアートに音をつけるとか CM というか、そういうお仕事もたまにさせていただいたりしてます。
曲のジャンルテイストとかでいうとどういったものなんですか？すごい形容しづらいんですけど、一つの系統が一応ミニマルテクノをやってて、それはもう本当若い時からずっとやってるスタイルなんですけれど、近年はどちらかというとテクノから離れたような音楽もやってて、エクスペリメンタルとかレフトフィールドとか、たまにちょっとブレイクビーツ的な要素があったりとかするんですけど、すごく形容は違ったい状態なんですよね。レフトフィールドで片付けてしまう感じが多いです。歌物とかではなくて、これ電子音楽で、たまにちょっと生楽器っぽいようなそういうアナログ的なサウンドもあったりしてます。で、特に私の場合はすごくこの音楽の質感を重視してるので、ざらつきとかテクスチャーとか音のそういうものを取り入れるようにしてます。ちょっとじゃあニッチな話にはなると思うんですけど、なんかどんな機材、マニアックなので、置いてある機材結構ちょこちょこあるんですけれど、モジュラーシンセと言われるような、これユーロラックなんですけれど、これとかあとこれちょっと借り物であるエンドルフィンの同じようなモジュラーシンセスタンダーローンタイプなんですけれど、こういうようなすごく専門的というか、あまり一般の人が見る機会がないのかなっていうような機材を使ったりしてます。やっぱり音の出方とか、あと調節の仕方とか、すごくこれにしかできないことっていうのもたくさんあるので、私もあんまり深入りするとお金も大変なので深入りはしないようにしてるんですけれど、結局今はないとちょっと困るアイテムの一つですね。で、あと置いてあるのは比較的有名どころのものが多くて、これが TR08 っていう八百屋と言われるものの、そのローランド自身が小型版で出したものですね。で、ドラムマシンになります。でもこれもサンプラーみたいなドラムマシンにもなれるんですけれど、ちょっとこれ癖のある機械でオクタトラップっていうエレクトロンから出てるものになります。で、この辺はたまにライブで使ったり使わなかったりって感じで、一応制作の時に使う頻度が比較的高いんで、机に出しておいてる感じです。で、ちょっと頻度が低いものはあっちにあったり、この子はよく使うんですけれど、それはすごく気に入ってて、しかも3万円ぐらい、比較的お手頃なんですけど、ものすごい好きで、コルグのモノログっていうモノシンセなんですけれど、私も黒にしとけばよかったと思うんですけど、なぜか赤を選んじゃって、この辺もよく使ってますね。ちょっと素人目な質問にはなるんですけど、この天板上にある機材を使えば一つの曲が出来上がるという。そうですね。あとやっぱりこのパソコンの中に、私はエイベルトンっていうその音楽編集とか、シンセとかも入ってる総合的なソフトがあるんですけれど、それとこういう機材使ったりして音楽作ってるって感じですね。でもそんな言うほどこのスタジオとしてここしっかり組んでるわけじゃなくて、吸音材とかも貼ってないですし、プロの人から見るとすごく簡易なスタイルだなっていうか、なんですけども、私自身こんな感じでやってます。いつもだいたい一つの曲を制作されるのにどれぐらいの時間がかかるものなんですか？すっごいまちまちですね。なんかもう永遠かかっちゃうものもあるんですけど、でもだいたい時間かけすぎたものは自分の中ですごい迷いが生じてたりするので、多分無駄に時間がかかってて、できる時は本当半日とかでできますね。で、そういう曲の方が個人的には気に入ってるものが多かったりして、自分の思ったものがそのままダイレクトにたまたまでも形にできた場合、そんなに時間かかんないですね。なるほど。あとはじゃあちょっと軽くインテリアの話もお伺いしようかなと思うんですけど、テーブルとあと椅子についてちょっと。テーブルは IKEA の名前ちょっと忘れちゃったんですけれど、木板のもので、この足とテーブルバラバラで買ったんですけど、この組み合わせ結構気に入ってますね。で、横幅が160あって奥が85とかで結構奥行きがあるので、機材をバラーっと並べるスタイルが好きなので、奥行きのあるテーブルが欲しくてこれになりました。こちらのチェアは昔ダイニングチェアで使ってたんですけど、確かこれアデペッシュだったと思います。結構座り心地がいいので使ってます。なんかあんまり機能性の高いスタジオ用のチェアとかあるんですけど、割とそういうの大きくなっちゃうんで、ここ狭いんであえてこの感じで使ってます。ちなみにこれあれですよね、ちょうどここをまっすぐ行って左に行くと、さっき紹介したダイニングの方につながってる。そういう変な間取りというか一周回れるような感じになってます。本当はね、最初ここに壁をつける予定だったんですけど、作ってる最中に見学しに来た時にもうなくてもいいかなってなって結局壁はなしにってことにしました。ああ、そうだったんだ。
やっぱり私がね2階に料理したりとかその他のことで2階にいることが多いので、作業場も2階に置くことで、自分の作業としては一番動線がすごくいいかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。はい、続いてリビングからもちょっと見えるかなと思うんですけど、ロフト場所ちょっと案内していただこうかなと思います。こちらから登っていきます、3階に続く途中にロフトスペースを中3階みたいな形で、ここは何畳ほどあるんでしょうか？これ 3.5 畳とかすごいちっちゃいスペースですね、特に何の用途もなく狭小住宅と言いながら用途のないところがすごい多いんですけど、でも好きなものを置いてお気に入りの空間として使ってます。なるほど。そしたらじゃあちょっと順番にお話をお伺いしていこうかなと思うんですけど、手前側から順番に。そうですね。これは古いカセットテーププレーヤーで、私カセットテープを自分で出してたりもするので、やっぱり聴ける環境がないといけないなというので購入したやつで、前に使ってるのがあったんですけど、ちょっとそれが壊れちゃったのもあって買い直したナショナル製のものです。どうなんですか、聞き心地とかは？そうですね、やっぱあったかい音が鳴るのと、結構カセットなのですっごいローとかすごいハイは出ないというか、そんな得意な音域ではなくて、ミッドローぐらいがすごく気持ちよく出てくれるので、もう私が好きな帯域のものをよく表現してくれる感じですね。なるほどね、わかりました。そしたらじゃあまたその順番にお隣、こちらの椅子かな。この椅子はまたライトイヤーズさんで購入したんですけれど、フランスの50年代ぐらいのすごい古い椅子だっていうふうに伺ってます。ただ作者とかメーカーとかはちょっとよく分かんなくて、もしかしたらハンドクラフトとかそういう可能性もあるのかなと思って、ちょっと小ぶりな椅子なので、今ここに置いてあるんですけど、子供が成長したら少し勉強椅子とかそんなのにも使えるかなと思って、とりあえず置いといてます。これ椅子の上のライトもなんか可愛いですね。そうなんです。これすごい気に入ってて、前から探してた資生堂の古いランプなんですけど、資生堂が昔なぜかノベルティでランプを出してた時があって、でその時のものでオークションサイトだとすごく高く売られてたりもするんですけど、たまたまエッセンシャルストアっていうところのガレージセールで見かけて、こっちのねライトがついたりつかなかったり、ちょっと今つかないんですけど、たまにつくことがあって不具合があるっていうので、すごい安くしていただいて、で即買いました。これ大体おいくらぐらいで購入されたんですか？5、6千円だったと思います。すごい。オークションサイトでも1万2、3千円から1万8千円ぐらいだと思うので、すごい高いものではないんですけれど、でも出るとすぐ結構売り切れちゃう感じです。そうなんだ。そんなノベルティでライトを出してる時代があったんですね。しかも資生堂がっていう感じ。それにびっくりです。ちょっとそしたらじゃあその今度手前のこれはベルナー・パントンデザインでモンタナ社が出してるファントンワイヤーシングルっていうもので、色がまたたくさんブルーとかホワイトもあって、でこちらはクロームを私は選んでて、ワイヤーの整然と並ぶ姿がすごく好きで、これは本当何個か連結させたり壁につけたりとかそういうことも一応できるんですけど、ちょっとスペースもないのでとりあえず一つ購入してって感じですごく気に入ってます。この木の椅子がすごく木って感じであるんで、ちょっと対照的なこういうスチールものを置きたいなというふうには思ってました。なるほどね。そしたらあとは壁面に飾ってあるこのアート作品ですね。これはエリック・マディガン・ヘックっていう方の作品で、バレンシアガとのコラボの展示がスイスのどこかであった時のその時の限定100枚のポスターで、一応シリアルナンバーが書かれてるやつなんですけれど、すごいと思って、そんなにこのアーティストさんについてもともとすごい知ってたわけではなくて、たまたま見つけて、この赤と青のこのコントラストの感じがすごい綺麗だなと思って、でしかもこれすごく大判ポスターなので、ぜひ家にこうドーンって置きたいなっていうふうに思って、結構高かったんですけど30秒後ぐらいはもう買ってた気がします。やっぱこんぐらい大きいものがあるだけで一気にこう部屋の印象とかも変わりますもんね。そうですね。で本当はね横向きなはずなんでしょうけど、高さも出したかったんで縦に置いてます。こちらはウォントアンティークさんで購入した大阪の、アメリカの古い家具とか置いてあるところなんですけれど、最近ヨーロッパとかのも置いてあるのかな。でこれもちょっと年代とかいろいろ不明なんですけれど、多分70年代80年代ぐらいの誰かの作品っていうウォールデコのものなんですけれど、家ができる1年以上前にこれをまず購入してずっと保管して、引っ越してから開封したんですけど、すごい精巧なものとか技術が高いとか
そういったタイプのアートではなくってこうちょっと工夫とかアイディア次第でこうすごく面白くて効果的なものが作れるんだっていうところがすごい気に入ってます。ありがとうございます。そしたらあとはこちらに、メインのこれもモンタアンティークで購入したハンドチェアなんですけれど、ハンドチェアずっと探しててでなかなか探すと結構見つからないんですけれどたまたまモンタアンティークさんがすごいたくさん仕入れたっていうので急いでお店に行って店頭優先販売だったので購入したんですけれど郵送ができないっていうふうに言われちゃってもうしょうがないし、大阪市内だったから、じゃあタクシー乗っけて帰ろうと思って一緒に乗っかって帰ってきたんですけどドライバーさんに変わった椅子をご購入されたんですよって言われてそういう趣味込まれるんですね。言われましたね。これ重くないんですか？これは実は結構石とかじゃないんで硬いプラスチックみたいな感じ。そうなんだ。意外とじゃあ持ち運びは一人でもやろうと思えばできるぐらい。そういう感じですね。そうだったんですね。なるほどね。ありがとうございます。はい、ということであきこさんの恐怖的ルーム撮影させていただきました。ここからは軽くちょっとお話をお伺いしたいんですけど、まずこのお部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかみたいなところちょっとお尋ねしたいんですけどいかがですか？機能的さとあとデザイン性の両方をなるべく取り入れようっていうふうにしたところです。お子さんとかねいらっしゃると結構できることもそうですね、安全性とかあと子どものものとかも増えていく一方なので、収納面とかあと動線とかそういったところには結構こだわって戸建てなので長く住むのを前提にしてるので機能的じゃないと意味がないっていうか長く住む時にストレスになっちゃうだろうなっていうふうに思ったので、そこは頑張って考えたりはしました。なんか結構普段購入されるアイテムとかを見てみるとどういった年代とかカテゴリーとかなんかよく買ってるなみたいなあったりします？どういう系統ですかとかインスタとかでもご質問いただいたりするんですけど自分でもあんまりよく分かってないんですけどミッドセンチュリー的なものは好きではあるんですけど全部が全部そうでもなくて例えば韓国家具とかも買ったりしてるしビビビッときたアイテムがあったらそれについて大きさとか色とかどこに置こうかなとかそういうの脳内でシミュレーションしてみてでそれだともう日もさっちもいかなくなったらとりあえず買ってみるっていうのをやってますで置いてみてああでもないこうでもないっていうのをやってるんですけど。なるほどね。確かに結構有名な、名作と言われるものから本当に最近、若い人で人気ななんかアイテムもあったりとか、結構いろいろミックスされてますね。そうですね、結構ミックスでお洋服とかでもそうなんですけど割といろんなものをミックスさせるのが好きみたいで、自分らしさとかそういうものが出しやすいかなっていう、なんか全部を例えば素晴らしい家具で揃えてもなんか自分にそぐわない気もあるしなんか自分らしさも出しにくいなと思ってあまりそういう系統とかにはこだわらずにいいなと思ったものを取り入れてます。なるほどね。なんか普段あきこさんが購入されるインテリアショップセレクトショップとかお気に入りの店みたいなのとかあったりします？多分無難だと思うんですけど、デザインストアは結構好きで、覗いてみたりしてたりあとは、ウォントアンティークさんはちょっと大阪にあるショップですけれど面白いものが結構あるので、ハンドチェアだったりウォールデコだったりうちの家では割とシンボル的存在になっているものを購入していることが多いので、ウォントアンティークさんは結構よくチェックしてます。気になる方ぜひ大阪のウォントアンティークデザインストアもチェックしてみてください。そしたらじゃあ最後にあきこさんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思うんですけど何かありますか？インスタグラムの方でアウという名前でお家の記録とか自分自身のそのインテリアとかについての写真とか動画を配信しているのでもしよかったら見てください。あと私自身はちょっと音楽を個人的にやってたりするのでバンドキャンプでカセットテープとかデジタルとか買わなくても視聴するだけでもできるのでそちらもぜひ覗いてみてください。はい、というわけであきこさんの会うインスタグラムだったりバンドキャンプの方ぜひ概要欄からチェックしてみてください。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはあきこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。